タバレになるんですけど、ブレーンバスター。嘘でしょ。バーンとうわむずっ。パワーボム 1.5 倍近いは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 い一発で叩き出すっていう、答えていただくとささやかな報酬がユーザーさんには結構怒られてるんですけどいやみんなできてますよマッチングアプリみたいに。僕できてないな。皆さんウォーランダー楽しんでますかということで、今日も元気にウォーランダーチャンネルやっていきたいと思います。 MC の山野智蔵です。どうぞよろしくお願いします。さてこのチャンネルでは基本プレイ無料のオンラインマルチプレイヤーゲームウォーランダーのゲーム内とリアルのイベントアップデート情報や初心者からコアプレイヤー向けの Tips などをご紹介しております。というわけで今回もパートナーはウォーランダーディレクターの滝さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回も新しい情報をいただけるということなんですけれども、今日は何をいただけるんでしょうか、竹さん。そうですね、皆さんがいつも楽しみにしていただいているはい新スキルの情報になります。おお、来た。でそれ以外にですね、いくつか細かいアップデートがありますので、そちらの方も合わせて紹介させていただければと思います。新スキルの方にはい、行きたいと思いますけど、まあスキルはね毎回楽しみですけれども、一番楽しみはやっぱり戦士、僧侶、魔法使い、誰が来るんだろう。どれがいいですかね。どうですかね。今結構やっぱ選択肢多いから、まあちょっとね、そろそろそれぞれのクラスのスキルもバランスよく揃ってきてるので、なんかより玄人向けのですね、こういうプレイスタイルで戦いたいっていうプレイヤーのための、スキルを追加していこうと思います。今回はですね、戦士向けの新しいスキルの登場となります。戦士でも今でも結構スキル強いからな。そうですね、今回もねさらに極悪なスキルが登場することになってます。ちょっと嫌ですね。僕初心者としてはちょっとクロード好みのスキルはちょっと嫌ですね。このスキルはすごく使っていて楽しいスキルです。本当ですか。はい、気に入っていただけると思います。今回は戦士用新スキルですね、はい、ちょっと下にアイコンがもう映ってるのでネタバレになるんですけど、ブレーンバスター、名前の通り絶対これ組み技じゃん。そうですもうなんかアイコンから予想できちゃいますけど、戦士といえばパワーボム、いややっぱパワーボムですよね。パワーボム強いんですよね。パワーボム使うと思うんですけど、パワーボムは攻めの投げ技なんですけど、ブレーンバスターはですね、なんと相手が攻撃してきた瞬間をまさかの読んでは嘘でしょ。バーンと。うわむずっ、それむずっ。これは当て身技なんです。当て身技なのか。そうなんです。攻撃が来る最長1秒ぐらいですね、のフレームの余裕があるので、そこを読んで来るぞ。これむずっ。結構大ダメージです。結構大ダメージですね。200ですね。パワーボム 1.5 倍近い一発で叩き出すっていう強力な投げ技でございます。ただね、ちょっとねタイミングがシビアなところがあるので、こうしっかり相手の攻撃を弾いてから、よし今だっていう感じでやりますか。いやこれでもむずいな。相手のスキルとかまでキャッチすることができますので。スキルキャッチできる。そうなんですよ。選手系の技とダッシュ切りとか。そうです。ダッシュ切りも受けれるんだ。そうなんです。相手が竜巻切りだ、ダッシュ切りだ、もうなんでもいいです。突進タックルとかですねしてきたら、こちらのブレーンバスターでしっかりがっつりキャッチしてですね、反撃していただけたらなと思います。こういうなんかプロレスラーごっこの方はですね、こういうなんかもう投げ専門で暴れていただけたらと思います。いやこれ確かに難しいですけど、戦局を変えられるようなイメージありますよね。そうですね。選手同士の駆け引きになった時に、ある程度本当に読みが上手い人とかにとってはかなり強力な必殺技になりますので、全てのプレイヤーに対してお勧めできるスキルではないんですけれども、極めた選手用のスキルの一つとして作業してもらえていると思います。ちなみにソウルイーターの攻撃も取れるのかな。ソウルイーターはですね取れないんですよ。レジェンダリースキルはですね、もちろん絶対的に苦難にしているっていう。そうですよね。ソウルイーター取れたらすんごいカウンターになるなと思ったんですよね。ちょっとねそこは開発でも悩んだんですけど、そこはソウルイーターの方を優先するっていうふうにしました。縦崩しとかも受けれるのか。縦崩しはですね、そうですね、体術も受けることできる。これはちょっと使いたいな。やっぱ縦ずっと構えてると気がついたら縦弾かれて体勢崩されてっていうのがあるので、そのカウンターで使えるんだったら
すごい選択肢広がりますよね。ただね、ご覧のようにですね、何もしてこない相手には何の役そうですね。スキルなんで、空振りのリスクはちょっと大きいですね。そうなんですよ。沈黙に耐えられない方はなかなか難しいスキルかなと思います。いや、これはちょっと悩ましいですけど使ってみたいな。そうですね。まあちょっとね、半分お遊び的な用途でも結構楽しいスキルかなというふうに思います。以上、ブレインバスターでした。ありがとうございます。さあ続きましてアンケートの機能ということでございますけれども、ちょっとねこれ僕の方から説明させていただきたいんですけど、今まではディスコードというゲームの外側でプレイヤーの意見要望を募集する場というのをね作っていただいてたんですけれども、なんと今回からゲーム内からアンケートがいけるということが実装されたということで、トムさんこれはどういうことなんでしょうか。画面に今アンケートっていうのが登場するようになりました。すごい。ディスコード使ってないユーザーも結構多くてですね、開発の方に声を届けたいっていうユーザーも結構いらっしゃるかなと思いますので、あと新しいですねモードとか新しいアップデートの後でその時にユーザーがどう感じたかっていうなんか感想とか集めたいというふうに思いまして、今回こういうなんかアンケートをですね、ゲームの中から直接行えるようにしました。アンケートが出るこういうなんかいろいろな項目あるんですけど、チュートリアルとか、ゲーム内での体験とか、カスタマイズについてっていうような感じで、開発側の方でですね、知りたい項目みたいなことをいろいろありますので、その時に合わせてこの項目っていうのは変わるような形になっています。で、用意された項目に限らず自分でいろいろ意見を書きたい方は、このご意見フォームのところを選んでいただけたらと思います。で、なんとこのアンケートはですね、答えていただくとささやかな報酬が得られるようになっています。これ今回ねブーストアイテムが手に入るようになっていますので、チュートリアルへのアンケートを答えたりとかしていただいてですね、ブーストアイテム手に入れていただけたらと思います。で、ちょっとこれの答え方についてなんですけれども、プレイステーションと XBOX でプレイしている方は、ここに表示されている QR コードからブラウザを開いて記入していただけたらと思います。Steam で遊んでいただいている方はですね、この QR コードからブラウザ開いていただいてもいいですし、直接ここをクリックするとブラウザが起動するようになってます。これ便利ですね。そうですね。で、ここでチュートリアルについてのいろいろご意見書いていただいて、リアルタイムで開発の方に送られるというようなシステムになっております。いや、これは非常に便利だし、トイロジックさんってすごく広くこう意見集めようとしますよね。すごいなと思いますよ。こんな開発会社見たことないですけど。そうですか。ユーザーさんには結構怒られてるんですけど、いや頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ゲーム内のアイテムもらえるっていうこともあるので、お気軽にアンケートに答えていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてエンディングの前にですね、今回の動画から Steam レビューの中から一部をピックアップして武さんからフィードバックをいただくという新コーナーをちょっとやらせていただきたいんですけれども、早速なんですけれども、そのレビューが Steam の方にいろいろと来てるので、武さんが赤裸々に語るという回をやりたいと思うんですけど、チームとしてはですね、ウォーランダーを面白くしていくために常にユーザーさんの声には耳を傾けるようにしておりますので、これからですね Steam の方でいただいているレビューをピックアップして、それに対して開発者としてのコメントをつけさせていただきたいなというふうに思いまして、こういうコーナーを用意させていただくことになりました。ゴールドシップさん、なんかすごい基本的に褒めまくっていただいていてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。励みになります。健太翔吾さん、彼女できちゃいました。これ本当に翔吾なんですかね。はい、このゲームを通じて彼女もできちゃいました。すごいな。すごいですね。そんなことある？はい、そうです。いや、みんなできてますよ。マッチングアプリみたいに言わないでください。ウォーランダー遊ぶとね、もうみんなそうなんです。そうなんです。僕できてないな。新5チームマップでそれぞれの勢力に1人ずつ彼女を作ってください。フレンドコードのコピーをできるようにしといてください。はい、ちょっと考えたいと思います。なるほどね。はい。これ確かにそうだな。そうですね。モラのお兄ちゃんさん、このゲーム自体面白いと、なんかそれぞれのクラスでプレイ幅もあっていろいろな役割も楽しめて、ただちょっとかそってしまっているところもあるので頑張ってくださいと。はい、頑張りたいと思います。サブゼロさん、モバ大嫌いなジャンルだけどこのゲームはマジ最高。いやー嬉しいな、めっちゃ嬉しいですね。新鮮で遊んでて楽しいし、絶対やりだしたら止まらない。すいません、なんかね、こういうのだけ嬉しいからつい細かく読み上げちゃいますね。こういう栄養大事です。グラもいいし、ゲームシステムっていろいろコメントいただくんですけど、やっぱグラフィックについてコメントいただくことって結構少ないんですよね。確かに曲もそうなんですけれど、細部までいろいろこだわって作っているので、そういったところもいろいろコメントもらえると嬉しいです。その他ですね、ちょっと短文ですけど励みになるようなコメントたくさんいただいております。そうですね、最高とかシンプル、ありがとうございます。今日のスチームレビューに対するコメント会以上となります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
ということでね、この企画適宜やっていきたいということなんですよね。そうですね。はい、投稿をねこうやっていただけると先ほど武さんもおっしゃってたように開発の励みになるというかヒントになる部分が本当に聞いてくれるので、ぜひぜひね皆さんもレビューこれからどしどし書いていただいて、機会があればここの動画の場で武さんが答えていただくという機会を設けたいと思いますので、ぜひ皆さん投稿のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあというわけで今日もエンディングやっていきたいと思いますけれども、まずは選手のやはり新スキルブレーンバスターということになりましたけれども、ちょっとね戦い方をどう選択していくか。スキルは増えるんですけど枠変わんないから本当に今どう組み合わせていいのか悩むんですよね。そのあたりちょっと上手い人にお手本というか、なんか最適解出してほしいなと思いますけど。そうです。いろいろ状況に合わせてスキル組み合わせたデッキ作っていただくのがいいかなっていうふうに思いますけれども、あとはね本当に自分の好きなプレースタイル楽しんでもらうっていう意味でスキルコースいろいろ組み替えて遊んでもらえたらと思います。そしてあとはアンケートを実装するという話と、レビューというところもお伝えしましたけど、これ好きな方どっちでも書いてくださいってことでいいんですかね。手っ取り早いのはアンケートの方ゲーム内からダイレクトにつながりますけれども、やっぱりねレビューでいろいろ書いていただくっていうのもチームの励みにもなりますし、そうですね積極的にお願いできたらと思います。例えばチュートリアルについてというふうに聞いている場合は具体的にそのことに対して建設的な意見をいただくのもありがたいんですけど、レビューの方でぜひね開発陣への応援メッセージもいただけると嬉しいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ということで武さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、まだまだ今後も新情報のアップデート出てくると思いますので、適宜動画作らせていただきたいと思いますので、皆さんぜひチャンネル登録グッドボタンのほどよろしくお願いします。それでは次回のウォーランダーチャンネルでお会いしましょう。さようなら。